にちは、木下ゆかです。今日はセブンイレブンのおでんをね、全種類買ってきたんで、それを食べてみたいと思います。おでんがね、始まりましたね、そろそろ。結構前から始まってますけどね。ちゃんとね、これを買うときは、私は前日に明日何時ぐらいにおでんをできたら全種類買いたいんですけど、大丈夫ですかって聞いて、いけますっていうので、ちゃんと買いましたからね。鳥行くので、鳥を取ってもらえますかって言って、ちゃんと買いましたからね。おでんはね、結構レジの行列の元になりますからね。その辺はね、ちゃんと気をつけましょう。おお、ぎっしりです。美味しそう。そう。これ全部、全種類入ってます。関東地方で買える全種類です。私もね、実はおでん全種類多分食べたことないんですよ。いつも自分の好きなやつとかだけ買って。だから食べたことないやつ食べれるからちょっと楽しみですね。薬味がさ、これ地域によって違うのかもしれないんですけど、私が住んでるとこでは味噌だれ、柚子胡椒、和からし。私結構ね、味噌だれが好きなんですよ。甘くてね。つくねからいきます。いただきます。私結構つくねはね、好きです。コリコリした後軟骨も入っとって、おでんのスープによく合いますね、鶏の味が。次ね、私結構これ好き。白いお皿に白いものでよくわからない。はんぺん。わかりますか、はんぺんって。なんかさ、地域によっては多分売ってないよね、はんぺん。肉まんみたい。これ魚のすり身的なものを作っとるんですかね、はんぺんって。そういうやつです。ふわふわで美味しい。はい、中も真っ白ですね。次はこの厚揚げです。このね、豆腐の部分がさ、よくスープ吸っとって美味しいです。薬味つけてみようかな。私の一番好きな味噌だれをつけてみます。はい、味噌だれです。甘くてさ、コクがあってめっちゃ美味しいです。定番ですよね、牛すじ。子供の頃はね、牛すじが一番好きだった。柔らかくてよく煮込まれてます。筋がね、よく煮込まれとってね、柔らかくて美味しいです。ごぼ天です。これもね、柔らかくて美味しいですね。ごぼうもとっても柔らかい。これはあれですね、ウインナー巻きだ。からしをつけてみようかな。味噌だれは私一番好きだけど、からしが定番によく合いますよね。定番になるっていうことはね、そういうことなんですよ。よく合うから定番になるわけですよね。これさ、ボイルしたウインナーもね、いいですよね。からしつけたのも食べてみます。からしの香りがよく合いますね。ウインナーにはからし合うね。つみれいただきます。柔らかくってもう魚をね、すごく感じます。魚をすごく感じます。つみれとさ、普通の練り物の違いはさ、魚の量、つみれの方がめっちゃいっぱい入ってるみたいな、それすりつぶし感。イカ野菜さつま揚げというやつです。イカといろんな野菜が入ってるみたいですね。はい、逆に柚子胡椒だって九州やもん九州って言ったら柚子胡椒やもんね。はい、柚子胡椒はこんな感じです。柚子胡椒って何なんだろうね。柚子の香りがするけどさ、この緑色は一体何成分でこんな感じになっとるんだろう。最初は何もつけんで食べてみます。これはね、ゴロゴロと入っとってイカがあと程よい歯ごたえでね、美味しいです。次、柚子胡椒をつけて食べてみましょう。いただきます。美味しいね、柚子胡椒。こんにゃくです。なんかおでんのこんにゃくはさ、ダイエットしとる人の強い味方ですよね。絶対に味噌だれがよく合うと思います。こんにゃくがね、甘い感じに煮込まれてて美味しいですね。がんもどきですね。がんもどきのさ、名前の由来って何？がんもどき？がんもどき？がんもどき？もどきってあれですよね。なんとかもどきみたいな。それのがんって何？がんって何？ふぐろ！気になってきた。味ががんの肉に似ていることからこの名がある。もともとがんもどきは精進料理で魚肉の代わりとして作られたもので、古くはこんにゃくなど油で揚げたものであった。へえ。がんのお肉に似てる食べ物ってことなんだ。いろんなね、お野菜とかが入ってます。お出汁がめっちゃ染みとってね、美味しい。ロールキャベツ。
お肉の感じがいいですね。なんかおでんってさ、魚のさ身を使った食べ物が多いんですよ。私でもさ、やっぱり魚よりねお肉が好き。お刺身は好きだけど、焼いてたり煮たりする場合はお肉の方が好きだからさ、ロールキャベツと牛すじは重要ですね。焼きちくわ、まあちくわがおでんになったって感じですね。私的にあんまり焼きちくわはそこまで好きじゃないかも。ちくわのさ弾力が好きだけど、私はねおでんにするとなんかそんな弾力がある感じが失われる感じがします。次は昆布を食べてみます。体に優しそうな味がします。そしたらもう昆布はね普通に絶対買わない気がする。普通におでん買いに行って美味しいは美味しいですよ。わかめをもっと歯ごたえがある感じにした感じっぽいです。昆布のこと説明しなくてもみんな知ってますよね。卵焼きです。大きいですね、卵焼き。優しい味付けでおでんの出汁がねとても染み込んでます。白滝です。ダイエットしとる人に強い味方ですよね。白滝ってさ、あんまり味がさないじゃないですか。おでんにすることによっておでんの味になるからね、いいですよね。ウインナー、歯ごたえが結構あって、ボイルしてあるけどさパリッとした感じが残っとっていいですね。ゆで卵です。おでんの汁とさ一緒に食べるとさ、黄身がさおでんの汁に溶けるとさ美味しいんですよね。おでんのねゆで卵美味しいですね。ゆで卵ってね私好き。塩で食べても美味しいし、マヨネーズつけても美味しいし、煮卵にしても美味しいし、ゆで卵素晴らしいです。卵素晴らしいですね。次はこれです。260円でした。タコ牛すごく歯ごたえがあります。大根ですね。味噌だれが美味しい気がします。中身しっかりとねスープが染み込んでます。最後の一品になりました。餅巾着。お揚げを巾着にした中にお餅が入ってます。お餅の他にね鶏肉とかも入ってますね。椎茸も入ってます。ごちそうさまです。コンビニで用意してるおでんの全種類食べてみました。ベスト3を発表します。第3位は卵です。おでんのスープとね黄身を一緒に食べるとねとっても美味しいんですよ。2位はつくね串です。軟骨とかが入っててね鶏の味が好きです。1位は餅巾着です。私はお餅が好きなんでね、お餅がねおでんのスープの中でさすごく柔らかくなっててトロトロだけど、普通じゃそのトロトロ食べられないけど巾着で包んだよって、包んだから食べられるよっていうそのお餅の努力。お餅の努力じゃないですね考えた人の努力ですね。お餅が好きなんでお餅巾着が1位です。おでんの季節がやってきますのでぜひ食べてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。